はい、こんにちは。伊丹ローズガーデンの広沢です。今日はピエール・ド・ロンサールの縦長のフェンスへの誘引をやります。この株はもう植えてから8年経過してます。フェンス面がちょっとイレギュラーな形なんですけれども、高さだいたい2 m 50センチぐらい、横幅は1 mぐらいありますね。植え床をどういう風に作ったかちょっとわからないんですけれども、足元こんな感じでちっちゃくも囲ってしまってるんですけれども、おそらく植え床はしっかりと深く掘られているもんだと思います。下根っこがずっと伸びてこっち側の芝生の方まで来てるんじゃないかなというふうに思いますけれども、株は非常によくできてて、ちょっと下の方からのシュートが少ないのは少ないんですけれども、シュートがものすごくたくさん出ております。夏に1回古枝は全部落として、ほぼ新しい枝ばっかりにしてはいるんですけれども、これだけ枝数がたくさんありまして、これをこの背は高いんですけれども狭いスペースに収めて、できるだけ下から上まで均等に咲くような形で誘引したいと思います。はい、それでは、結わえてある紐を切って一旦枝を全部フリーにします。この株は夏に古枝ですね、去年咲いた花枝とか、古い枝を全部もうほとんど全部取って、シュートばっかりにシュートか、もしくはそれに近いような花枝ばっかりにしてます。切った時は今ある枝の3倍ぐらいの量の枝が手前の方へぐわーっと出てて、えらいことになってたんですけれども、ご覧の通り葉っぱもついてるんで、何が何なんだかさっぱりわからん状態になってるかと思いますので、さっぱりしてで、誘引する枝だけに先にも切ってしまおうかなと思います。だいたいこれで結わえてある紐はみんな取れましたね。で、上の方がかなり葉っぱがまだあって重たいんで、頭でっかちみたいになってるんで、木に外すとバサッと折れてしまう可能性もあるので、慎重に。枝がフェンスの向こう側へ、壁面の方へ噛んで、それで手前へ落ちて降りてこない状態の枝もあります。シュートがね、奥へ伸びてますね。よいしょ。はい、じゃあ全部の枝がフリーになったところで、枝を少し整理していきますね。この下の方から咲かせたいので、下の方の枝、新しい枝を残します。これもちょっと細めではあるんですが、いい枝なんで、下の方でいわゆる誘引するということで、これも残しておきますね。この辺、ここ結構古い枝なんですけれども、こういう、花が咲いた後ですね、おそらく夏に出たこういうシュートとまで言えないような枝なんですけども、鉛筆ぐらいの太さの枝、結構こういう枝にピエール・ド・ロンサールよく咲きますので、これは古い枝なんですけれども、そこから出たこういう細いシュートは、残して下の方で誘引するようにします。とにかく上の方が蝶が優勢で、太い枝がたくさん上の方ほど出てるんですね。なもんで、できるだけ下の方のいいこういう咲きそうな枝を残して誘引していくと。おそらく上の方の枝はかなりもう切ってしまうことになると思いますんでね。でまた上まで伸びている枝をそのまま全部上に伸ばしておくと、
全然こう上の方しか咲かないで、足元の方花がないということになりますので、よいしょ。でこの枝はね、奥に出てるんですよね。まあそれでもちょっと残してこう誘引できるかどうか残しておきますね。これはかなり細い枝なので、ちょんちょん切りでここで、芽があるんで、もしかしたら残すということで、もしかしたら誘引するかもしれないんで、ちょっとだけ残しておきます。で、奥にあるこれはね、この枝はすごいみずみずしくて秋に出たシュートですね。これは使い物にならないと思いますので取ります。よいしょ。で途中ポロポロ出てる細い枝、出開きですね。ブラインド出開きだった枝とかも、取っておきます。高いところの枝もこうやって全部外して手前降りてきてるんで、地上に足をつけて作業できるんで効率的にできますね。脚立の上で脚立に乗ってやるよりも効率的に仕事ができますね。こういう細い枝は1目から2目残して切っておきます。基本的にはこんな感じで、去年の枝からしか今年花枝は上がってこないんで、一昨年より前の枝っていうのは残しておく必要が全然ありません。去年の花枝とか去年の枝であれば花はほとんど上がってくるんで、短かったり細かったりするやつは、根元1目2目残した状態で切ります。こういう細くてもちょっと伸びた枝っていうのは念のため誘引するかもしれないんで、ちょっと長めに残しておきます。明らかにこういう、短めの細い枝っていうのは根元だけ残して切ります。これは細いけれども長いね。ちょっと残しておきますね。これは少し遅く出た、おそらく9月ぐらいに出たシュートですね。ベーサルというほどではないですけども、この途中から出たシュートで、あんまり充実しないみずみずしい枝なんですけれども、髄の大きい枝なんですが、少し残した状態で、短めに切って誘引することになります。これね、一番上の方の枝ですね。あんまりたくさん長く残しても結局切ることになりそうですね。ハサミ使う時にね、前の動画でもご説明しましたが、
この剪定バサミっていうのはこの切り刃と受け刃があります。で切り刃の方が枝の残る方にしないと、逆に切るとね、切り口が潰れるんですね。これで見ると分かると思いますけども、これ逆です。こっち向きで切ります。だから切り刃が残る方ですね。下、上下でいうと下になるんですね。で逆で切るとどうなるかというと、こういうふうに切ると分かりますかね。切り口が潰れるんですね。で、切り刃を下にして切るとスパッと切れます。わかるかな切り口がきれいになります。だから切り口潰れるとやっぱりちょっと枯れ込んだりすることもあるので、ハサミ使うときはね、こうやってくる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 手でこうやって回して必ず切り刃が下になるようにして使ってます。こういう感じですね。こういうふうに受け刃が下になると切り口が潰れます。なので必ず切り刃が下になるように切ります。で1本こいつですね。抜けるかな。抜けそうですね。誘引するのはあんまり上までいかないから、この分かれてるところをで引っかかるんで、分かれてるところまで使うと思いますので、ここで切ってしまいましょうか。これ、この枝がすごい新しいんで、これを飛ばします。これを飛ばして、こっちに残しておきますね。よいしょ。で、一本物になったんで抜けるでしょう。はい、抜けました。はい、これで全部の枝がきれいになりましたんで、あとはバランスよく結わえていくだけですね。さて、枝を結わえるんですけれども、全体をまずちょっとよく見て、大体の計画を頭の中で立ててやるとうまくいくかなと思います。でまず下の方を見てみると、何本かの細かい枝があって、でベーサルシュートが途中からも出てるっていう感じなんですけれども、シュートがね、これですね。1本で、これが2本で、これもシュート、ベーサルシュートに近いですね。3本で、これ4本。これもシュートに近い枝ですね。だから5本、割と下の方から枝が出てます。なもんで、あんまり細かい枝をたくさん下で残さなくてもいいかなっていう感じではありますけれども。で、途中からも結構シュートが出てますね。これいい枝がこういうふうに出てるんで、割とまんべんなく花が咲くような誘引ができるかなと想像します。やっぱり生涯優勢って言いましてね、上の方から出る枝の方が元気なんですね。なので、できるだけベーサルシュート、下から出てるシュートは、あまり上の方まで誘引せずに、下の方で切ってしまうという誘引をします。はい、まず誘引、下の方なんですけれども、ピエールドロンサーすごい花枝が長いんで、できるだけ下の方のこういう枝も生かして、この辺で咲く花も、作りたいと思うんで、この辺の、下の方で出てる細い枝を生かしたいと思うんですね。でここに結えるところが何もフェンスがないもんですから、太い枝をこのフェンスに結えて、でその枝に対して誘引するっていうふうに、します。とりあえず太い枝を何本か。ベーサルシュートをここへ固定しようかな。これはここへ来ますね。だからこれはもう追っ立てとくだけしか方法がないですね。あんまり寝かせられないですね。ここへ引っ張っておきましょう。
ういう太いシュートからは太い花枝が上がって、ピエール・ドロンサールの場合もう1メーター近く花枝が太いのが上がって、先っちょでドーンと5、6個大きい花がね房で咲き方になります。なのでベーサルシュートはこういう場所の場合上にもありますから、もうあんまり長く残さない方がいいですね。ここで切るとここから伸びてもここでもいいんですけども、ブートンってこの辺で咲きますね。でこのシュート、このシュート、これがある。とりあえずこのシュートはこっちへをつけてあの辺へ行こうかなと。そうですね、全体にこうですね。だからこのシュートもここから右へ行って、こいつもこっち側へできるだけ左の方へ1回持っていって、そこから右へ上がっていくのが良さそうですね。この枝の方向性決めるときにできるだけ平行に枝がこうクロスしないように、特にその新しい枝がクロスすると、クロスしたその交差点のところにこういうふうにクロスすると、この交差点のところから上がってくる枝が多くなってしまいますので、全体的に平均にして花枝を上げるっていう意味ではできるだけ平行にやった方がいいですね。こうややこしく交差しない方がいいです。手前の細い枝を追っつけていきますね。ここへ固定した太い枝に交差、これはもう交差するというか、この太い枝に対して祝いつけてやります。であんまり長く伸ばさずに、この辺かな、もうここでもいいですね。ここちょっと残しておきましたが、ここから伸びるとね、こんだけ枝があるとやっぱりブランブランしますね。もうちょっと短くここでやった方がしっかりしますね。でこの枝、そうですね、ここはもう交差してもしょうがないんで、そのまま木立風にしてもいいんですけど、ちょっと弱い、細くてねブランブランするんで、やっぱり祝いといた方がいいですね。こう水平に祝えるようにしましょう。この辺にある細い枝からも花上がるんですけれども、こういうシュートと比べるとやっぱ花枝細くて短めのものが出て、花の数も1つ2つっていう咲き方になりますね。ここに祝えたらどうなるやろう。この辺までいけそうですね。ちょっと祝えてみましょうか。この辺までで切ることができれば、少しここに枝を持ってくることが可能になるかも。お、来ましたね。来ましたね。壁に押し付ける感じで、ここの方がいいか。そうですね。これで、よいしょ。おい、うまくいきました。これで固定されてます。フェンス、いわゆるところがなかったけれども、これでこの空間に花を咲かせることが可能になりましたね。さて、だいたい枝はもう誘引できたんですが、これもここへちょっと持ってきときましょうか。折れそうやな。大丈夫かな。よいしょ。あんまり無理に持ってくるとペキっていきますよね。よいしょ。もういけた。まあこんなもんで少し浮いてますけども、これ以上やるとここ折れそうですね。でこの位置でここで OK。
ですね。あと、もうこの壁よりもあまり向こうで咲かせたくはないので、これはもう誘引するスペースがこの辺にも枝があるし、あんまりないから、ここ一目だけ、ここに一目あるんですけどね、だけ残して、でこれも一目です。一目ずつ。2つ花枝ここから上がりますね。でこれもかなり遅くに出た枝なんで、短く2目残しておきます。こいつはね、割といい枝なんですけども、もう行き場所があまりにもなさすぎるんで、これも短く切っておきます。と、下から花枝が上がるでしょうね。このシュートは、上まで行かないつもりなんですけれども、上ちょっと先湯わえて、上下バランス取りながら、最後までちょっと残しといて、最後に切りたいと思います。はい、ここまでやった段階で、次、上の方を先湯わえてバランス取りたいと思います。はい、下の方湯わえたんで、今度は上の方を湯わえて、上下の枝の量のバランスをね、取るために、一旦上を少し湯わえていきます。こんな感じ。ここはね、支えるものがないので、剪定ですね。こんな感じでいいでしょうかね。で、こいつは横へ寝かすと。この枝はここで止めてしまったらいいですね。電灯があるんでね、この中に枝が上がらないように、この真下はあんまり誘引しない方が良さそうですね。カメラではちょっと見にくいかな。ここの枝一旦湯わえたんですけれども、こっちの方が、まだ元気いい枝あるんですけど、これがもうあんまりいい枝がなくって、でここに、ここから出たほぼシュートなんですけどね、途中シュートがあるんで、これをもう湯わえ直します。やめて、ここで切ってしまって、この枝が最も古い枝になりますんでね、あんまりいい花枝はもう上がってこないと思いますから、こっちのシュートの方に更新ですね。よいしょ。ここで一旦湯わえて、でこのシュートをここへ持ってきますね。よし、いいですね。そうするとここがシュート部分になるんで、ここからわーっと上がりますね。手前へ出てる枝、ここに一目あるんで、これをここで切ってこの辺で咲きますね。さてこれどうしましょう。先っちょとりあえず細いんで、分かれてる先っちょ、ここは取ります。でこの奥に出てる細い枝は1目2目残して切ります。で、一番上のこの面は、これはもうここで固定して木立のように剪定して咲かせるっていう感じですね。誘引して水平に曲げるというよりも剪定ですね。ここでピエール・ドロンサールは短く切っても咲く品種ですんで、剪定誘引の自由度が非常に高いですね。だからここで剪定をして、
しかも枝がたくさんあるので、手前出てる細いのは切って、この太い枝を残して、ここで切って剪定ですね。剪定してスタンダードローズのようにここから剪定して、ここから花枝が上がるっていう感じですね。これもそこでしっかりと弱えて、しっかりとここで固定して、スタンダードローズのようにここで咲かせたいと思います。ちょっとその誘引するスペースがこの品種に対して狭いで、だいぶ枝がこう余っちゃう感じなんですね。んで、逆に枝数が多いから下で切ることができるんで、下から上まで咲かせられるかなっていう感じではありますね。さて、ここ枝分かれしてるんですけど、どうでしょう。やっぱりすごい太い、ここから出てるシュートなんで、花枝も長くなります。なもんで、この枝分かれしてるのを生かすと、この辺でわーってなってしまうと思うんで、あんまりそれもよろしくないかなということで、ここで太いところで切ります。こんだけ太い枝なんで、また出てくる花枝長いんですけど、ずっと伸びて房でボーンと、この辺で房で咲くかなという感じですね。で、こっち側のちょっと下から出てる枝は多少残して、上向きの目で切っておきましょうかね。これもこう伸びて、だからここで、房で太いのが上がって房で咲くと思います。さて、これで、上の方だいたい誘引が終わりましたんで、あと中の方を全体見て誘引すれば終わりですね。これよりも先、ちょっと離れたとこから見たら、この間、ここですね。ここがいいですね。これがありますよ。ここがね、意外と枝が少なそうやし、こいつはこっちへ持ってきた方がいいか。ね、そうするとこうして、ここへ枝をこう持ってくれば、ここはちょっと交差しちゃうけど、こうでいいですね。よし、これでいきましょう。ちょっとやっぱ枝細い、これが細いんで、これをもう少し上へ持っていって、これを先へ入れて、こいつの位置決めをして、よいしょ。まずね、ここシュートいてはりますからね。結構花は上がるでしょうね。で、こいつも来てるんで、これはここまで伸ばす必要はないんで、ここで止めましょうか。よいしょ。中期。ベーサルシュートに近いシュートがここから出てて、ずっと結構45度以上にこう立ってる枝なんで、あんまり下の方は枝出ないと思うんでね、これはちょっと短めにここで切りました。こっちまで伸ばせるね。ここで切った方がこの辺で上がってくるやろうなという感じですね。で、こいつがまた祝える枝がこれに祝えるしかないですね。じゃあこれをここで枝に枝を祝えると。ここですね。完全にクロスしてしまいますが、口向きで出ますね。いつももうこれね、
結構グラグラしてるんで、ここでもう一目ここでいっときます。ね、向こうに引っ張る枝がないんでどうしようもないですね。というかこれをここへ誘引してそれに対して引っ張るかですけどね。柔らかい枝なんで大丈夫かな。ちょっと祝えてみましょうか。パキッといきそうな。だいぶ柔らかい枝ですね、これは。で、これに対して引っ張ってみる。ああ、はいはい。ここを祝えたら大丈夫ですね。ここへ置いてきよる。よいしょ。で、こうしましょうか。こんな感じ。ちょっと浮き気味ではあるけれども、ここやな。向こう向いてます、目が。向こう見てこう出ますね。よし、これで OK です。もうすごい株元まで覆われちゃってるんで、しょうがないからここ、株元、ね、すごい張ってますけどね、これ、ちょっと一回、表面の土取って、で、肥料をごってりやって、ピートモスでマルチングぐらいしておきます。そこから株元ってね、あんまりもう太い根っこが先へ向けてあるだけで、その水やら肥料をする根っこは株元にはほとんどないんでね。本来株元に肥料やってもあんま効かないもんなんですけれども、それでもずっとね、これもう10年近くこの株元へ肥料を入れ続けてるんですね。で、結構よく肥料効いてる感じがするんで、ここからずっと肥料はじわじわと他へ染み込んでるんでしょうね。で、これ一回も土こうやって変えたことないんですけども、やってしまいましょう。結構ね、張ってますね。細かい根っこが。太い根っこは下の方へ伸びてるはずですね。これぐらいの根っこは切っても体勢に影響はありません。よっしゃ。これで肥料をちょっと多めにもってり入れときます。いいでしょ
以上、ピエール・ドロンサールの縦長のフェンス仕立て誘引でした。